韓国ソウル地下鉄フェギ駅。着いた着いた。ソウルの東の端っこ、キョンヒ大学もあるこのフェギ。さて今日行くところはこっち。ほんまに最近やばいぐらい暑い。そんな時にぴったりのメニュー、それを食べにフェギの街をこちわさびが今日も行く。一番出口を出てます。日本食品販売します。その下にベトナム食品も。どういう関連性？日本人とベトナム人の留学生多いんかな。フェギといえばこれ、フェギ駅のチヂミ通り。暑いからパジョンでマッコリ一杯とかどう？気温とは逆に冷たい風が通り過ぎる。でも冷たいマッコリ飲みたい。最近こういうトウモロコシの店増えたな。まあ夏らしくてええけど。今日のお店は一番出口を出てひたすらまっすぐ。そう、振り返らずまっすぐ。もう5分歩いただけでも脱水症状になるぐらい汗が出る。やっぱり引き返してマッコリ飲もうかな。あかんあかん、我慢や。まっすぐ来ると大きな交差点にぶち当たる。この辺に来ると学生街らしくたくさんの飲食店が見え始める。左手にはスターバックス、右手には KT。 そんな路地を入っていくとこっちか。夜になると学生さんたちで盛り上がってそうな道の中に吸い込まれていく。今日のお店が目の前に見えてきた。着いたー。早くもう腰몸속 물다 충분히 해버렸잖아。今日のお店は79番地ククス地。住所見たらここ79番地やった。店名がシンプルすぎひん？ここにも書いてあるコングクス始めました。ただ今日はちゃいますね。冷たくてモンボシンも。今日はそんなメニューを食べに来ました。入店です。こちらのメニュー、ククス屋さんやからタッカルグクス、タッククス、チョゲククスにキムチマリネンククス。もちろんビビンククスもあるし、今の時期は季節メニューのコングクスもある。あとはサイドメニューでパジョン、チヂミもあるやん。うわー迷うな。マッコリにするかあいつにするか。お一人1メニューお願いします。そりゃそうやな。ククス屋さんで2人で来て1個頼まれたらたまらんもんな。店の中は狭いけれどこんなに落ち着いた雰囲気。じゃあそろそろ注文していくで。조개국수 두 그릇 주시고요. 네. 그리고 감자 해물 파전 하나 주시고 네. 소주 뭐가 있어요? 소주 프레쉬 처음처럼. 진로는요? 진로 있어요. 예, 진로 주세요. 예. 네. 초계국수 통 감자 해물 파전 진로. 社長は笑わせてくれる。ほんで来た。瓶を持ち上げてみたんやけど、何これ。これ栓抜きやんな。これもしかして社長なりのギャグなんかな。これ笑っていいのかわからんやつや。試されてる俺。でもぐる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 。マッコリとめっちゃ悩んでんけど、こいつを見たさで頼んでみたでローリング。さっきも言うたやん。体の中の水が全て蒸発してもうたんや。だからまずは水分ガマ補給。やっと口に入れれる。本日1杯目。ゆっくりと流れるこの血潮。ウェルカム。打ち水の影を見つけて路地曲がる。ありがとうございます。おや、お皿だけが運ばれてきた。これはつまり俺は何かしらを入れることを許されたっていうことやろ。常備してあるこのキムチ。じゃあ早速お皿の上にキムチを入れていく。赤い誘惑は理性を嘲笑う。と言ってもあんまり取りすぎてもあかんから、とりあえずはこれぐらい。赤い誘惑はひとまず退散。ガマちゃん入れて何も入れてへんかったけど、今はこれしかない。これが完全なるアジェスタイル。やっぱりククスといえばキムチやからな。このシャキシャキさに酸味。もう一ループいってまう。ガマで体を冷ました後はキムチで舌をも冷ます。
ククスやからそんなに時間かからんと思うけど、手を合わせてお祈りしとこ。そんな時まずこいつが運ばれてくる。ヘムルカムジャジョンのための玉ねぎ、そしてこのソース。やることがなくなった俺は結局ガマにすがりつく。ここまで来るために流した汗はこんなもんやねか。上を見上げると何かを発見。この席すぐ真後ろにクーラーあってライトがめっちゃ揺れてんねん。なんかこれだけでも涼しさ感じるななんて思ってたら、その上を行く涼しさがやってくる。もうこの見た目だけで俺の夏も救われる。我慢できひん。行くで。崩すのがもったいないぐらい綺麗にごまが振りかけられてる。もちろんチョゲククスやから鶏肉も入ってる。おほー、ククス界のミルフィーユのように具が重なり合ってる。これは唐辛子か。さっぱりとした辛さもあるわけね。じゃあまずはこの白い麺をほぐしていく。落ち着け。こういう時こそ静かに心もほぐしていく。学習能力ゼロ。はよ食べたくて大きく腕は上下する。スープの中にあった氷も程よく溶けて、鶏の鳴き声で夏が始まる合図。でも始まってんねん。さっきヒーヒー言うてたやん。チョゲククス、すするすする、まだまだすする。サハラ砂漠状態の俺に鈴風の特殊部隊がパラシュートで急降下してきた。冷たい氷スープの中でしまったこの麺は俺の好みの硬さ。もちもちとしてて弾力あるのに喉の奥にスッと隠れる。求めてたんはこれ。こりゃ止まらんで。一口入れるたびに感じる爽やかな酸味にからしの広がり。器からスープを直接口に運ぶと麺までついてくる。離れられない運命とはこのこと。歓喜の吐息。中にはもちろん鶏肉も入ってる。そこまで量は多くないけど、言うてもこの値段やからね。備え付けの具たちとともに鳥は空を見上げる。冷たい麺は俺を止まらしてくれ。つるっといけば水を浴びたかのような感じがする。まあ実際スープちょっと浴びてんねんけど、止まらしてくれんのはこのキムチしかおらん。そう思ってたんは俺だけ。こいつはなんと加速装置。酸味プラス酸味で手は動く。チョゲククスとこのガマさえあれば、もうこの夏は完全に乗り越えられる。プラス冷房も欲しいかな。と現実的な話が出たところで、ククスに合うもう一品やってきた。お皿からえらいはみ出てますぜ。お皿という概念を無視したこのパジョンを両手で切り分ける。これはヘムルパジョンではなくカムジャヘムルパジョンなので、切り分けた時にかすかに感じるもっちり感。本日唯一の温かいメニュー。欲張りたいよそこは。冷たいもん食べたらあったかいもん食べたなるし、あったかいもん食べたら熱い言うて冷たいもん食べたなるし。言い訳を散々並べた後は一口目やから大きめ一枚。まずは何にもつけずにこれだけで食べていこう。一口。思ってた通り、表面は適度にカリッとしてて中はもっちり。生地の中にじゃがいもすりおろされてんやろな。これはね、麺に合うわ。しかも冷たい麺に。この油の香りが消える前に冷たい麺で押し流す。熱と冷や、重さと軽さ、正反対の二人に俺は今日も振り回されてる。スープもグイッと。これが完璧な流れ。そしてこれが完璧な感動の顔。もちろん名前にヘムルが入ってるから海鮮類も入ってる。そんな懐にエビちゃんをくるっと忍ばせる。出していただいたソースにちょこっとつける。海鮮の香りがほわっと入ってくんのはもちろんやけど、もちっとした食感の後に来るこのしっとりさ。ええわ。この口の中に残る油を流し込まなあかんわな。
やれやれ。何かしらの言い訳をつけて瓶は傾く。グラスを持ち上げた瞬間、次の一手を思いつく。俺の胃袋はまだ遊び足らんらしい。さっき目についたこの玉ねぎ、油気のあるこのパジョンには最高の相性。ここで肩を並べてゆっくり引き上げる。犠牲はいつもつきもの。麺の上に落ちた玉ねぎは見んかったことにする。さっぱりとした玉ねぎが油を包む。確かに派手さはないよ。でもこれがひと夏の思い出。こんな暑いのに口ばっか動かしてるから口も汗をかいてくる。正直夏の麺料理といえば冷麺、そしてコングクスが壁のように高くそびえ立ってるけど、このチョゲククスが一番さっぱりと食べれる麺料理ちゃうかな。酸味もあってこのからしの風味が暑すぎて食欲のなくなった夏にはぴったり。大きく掴んでこの吸引力で夏を吹っ飛ばせ。しかも同時に鶏肉も入ってるからモンボシンとしても完璧に考えられてるよね。あとは俺みたいに一人ではなく数人で来た時はこのパジョンもおすすめ。特にこの冷たい麺との相性は抜群なんよ。こうやって2つ食べても結構コスパええからお得感あんのよね。これが学生街の力。毎日飲んでまうでこんな。今からキョンヒ大学の語学堂に通おうかななんて思いながら一杯。忘れてた。今日テンション上がってたからや。冷たい麺の時は卵を先に食えってコメントで言われてたんよ。結構実践してたのに。でもかなりほてった体を冷やしてくれた。いやー涼しいわ。最高。これはエアコンの力。ちょっとテーマぶれるからいっぱい飲んどこう。いい。そうそう、最初に言ってたけど唐辛子がいくつか入ってる。そのまま食べてみる。まあ大きさから分かってたんやけど結構辛い。でも麺と一緒に食べるとそこまで感じひんからピリッとした後味も夏の醍醐味。残り少なくなってきたキムチはパジョンの上に乗せてあげパクリ。流れに乗ってエビちゃんもイカちゃんも一緒にパクリ。海鮮の香りも油気もこの透明な一杯がほわっとほどいてくれる。結局こうして丸く収まる。ガマちゃんも熱射病になる前にグイッと。ずっと揺れてんのよね。結論、夏には絶対エアコン。けど涼しいところで冷たいチョゲククスはもっと最高なんやで。スープをグビグビっと飲んでいこう。おっとまた麺ついてきた。つるっとすする。パジョンもそろそろ最後の一切れ。上には玉ねぎを1つ2つ、3つ目パクリと4つ目のせる。そいつもソースにつけて大きくパクリ。まあこれが9000ウォンやったら頼んでまうよね。お値段以上の満足感。残り少なくなってきたチョゲククスを一気に流し込む。静かな涼しさが喉を抜ける。けどこの涼しさも長くは持たない。これから夏が本格的にやってくる。まあええよ。その時はこいつに逃げ込めばええ。器が90度に傾いた時が終わりの合図。うまかった。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ガマちゃんも干からびる前にまたここに逃げ込んできたらええ。だから最後の一滴まで。これから家帰るから事前に水分補給しとかなあかん。本日最後の一杯。名残惜しいぐらいがちょうどええねんけどな。一滴も残ってなかった。ほら完全完食。あ、この2つ全く使えへんかってんけど、これどこで使うの教えて。ヘギ駅キョンヒ大学の近くにあるククス専門店。以前テレビ番組で首都圏最高のチョゲククスにも選ばれたらしい。わかるわそれ。夏にぴったりの酸味と結構しっかりめに鼻に抜けるからしの爽やかさ。麺も俺好み。いやー大満足や。学生街やからほんまに飲食店が多い。テグン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 ハゴシッポよ。もうカルテグンもそうやねんけど、その上コリアンジャパニーズパブって何？
帝軍もうええって。これから私海帝軍いたします。お疲れ様です。え、1人当たり2リットル飲んだら2リットルもう1個くれんの？汗がビールになってまう。そんな汗が噴き出す前にパジョン通りを通って海帝軍いたします。ということで本日の食物語はこれでおしまい。잘 먹었습니다